こうすると卵たっぷりふわふわ。卵ふわふわでしょ。じゃあ今日はですね、ニンニク塩スープっていうのを作ります。いつも、結構芝居がかってるんですけど、僕のチャンネルって。今日なんか一回素で作ってみようかなと思って。お酒飲みますけど、お酒飲まないとテンション上がんないんでね。不評だったらやめます。たまにはたまには普通にやろうかなと。ちょっとニンニク塩スープ、これはね、僕が前にやってたニンニクスープと卵スープっていうの両方とも結構再生されてるんですけど、それを掛け合わせたやつですね。僕ね結構このスープ好きなんですよ。だからね、いちこのこだわりで。皆さん乾杯。たまにはいいしこみね。これどういう時に飲むかっていうと、お通しとかでも出せるし、締めとかでもいいし、それこそなんか余ったパンとか浸しても美味しいっていうレシピなんですね。こんな感じでね、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい。で、今日はね、エプロンとかしてないです。はい。エプロンなんでしないかっていうと、いつも料理研究してる時にしてないんですね。なんで、今日は普通にやっていきたいと思います。ではまずね、ニンニク刻んでいきましょうか。はい。ニンニクね、5個です。結構あるんですよ。これ半玉分なんですよね。半玉分のニンニクをスープに入れ込みますんで、結構ねパンチが効いてる。僕はね、潰して切るのが好きなんで潰していきます。普通にリュウジのバズレシピはエンタメをなくすとどうなるのかっていう素の感じですよね。ちょっと実験的な感じで。やっぱり YouTube って楽しいものを見る、場なので、テンションの高い人とかを見たいっていう人も結構いると思うんですよ。最初の動画見ていただくと分かるんですけど、本当に全然喋ってないですよね。めちゃめちゃ暗かったんですよ。今もね、性格が変わったわけじゃないのであれなんですけども、形式ばって YouTuber っぽくやらないとどうなるのかなっていうのを一回やってみたくて、今回はねちょっと試験的にやってます。だからエプロンもしてません。今日はやるぞみたいなね、スイッチが入るんですね。 YouTube やってるとね、他の YouTuber さんも言えると思うんですけど、多分ねいろいろ考えていろいろやってると思うんですよね、他の YouTuber さんも。それね、気持ちすごいよくわかります。で、今回はねニンニクスープなので、ニンニクはこれぐらい、たっぷり使っていきます。ニンニクっていうのは刻めば刻むほど、香りが強くなってくるんですね。僕はねこれぐらいの粗みじんが一番好きです。ロースハムです。このままトン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 切っちゃって、もちろんベーコンとかでも大丈夫です。ハムってそんなに日々使ってなかったんで、はい。でこれ最後の方ね結構ねバラバラになっちゃったんですけども、構いません。もうこうやって刻んじゃうからです。具材が少し入ってた方が満足感が得られますんで、だからこれが入ることによっておつまみスープにもなっちゃうっていうような感じですね。もう火入れしちゃおう。塩味の卵スープを作るんですけども、ニンニクが要なので、ニンニクね、サラダ油大さじ1と半分ぐらい、ちょっとね油っ気、火かけたらさっき言ったニンニクですね、これを入れていきます。一応ね、見られてるってことは意識しながらも割と普通の感じでやってます。今回は色づかせるっていう感じですかね。あんまり強い火でやるとすぐ焦げちゃうんで、どんどんね、香りが出てくるんですね。これが非常に美味しい。ハムはね炒めないでいい。もちろんベーコンだったらね、ここで炒めてしまっても大丈夫だと思います。これはね、ニンニクを具にするんですね。でスタミナつきますよ、非常に。今回はそこまで焦がさない、ちょっと色づく程度ですね。これ 500cc のスープっていうか、水ですね。こういう鶏ガラスープで鶏ガラスープ使ってください。はい。家庭料理なんてね、美味しければいいですから。ね、スープ入れました。次はハム。なんでハム入れるかっていうと、ハムからも非常に美味しいスープが取れるんですよ。これを入れるとね、味わいが違ってきます。そしたらね、お塩ですね。塩はね、小さじ4分の1。少し入れます。塩を入れた分だけうまみ調味料を少し入れるんですよね。1、2、3、4、5。5振りぐらい。塩味で、醤油味とかだと醤油自体がうまみを持ってるから、うまみ調味料とか入れなくても大丈夫なんですけども、塩の場合は塩自体がうまみと持ってないんですね。塩味なんで、胡椒のパンチ少し効かせた方がいいです。これぐらいですかね。はい。酒。お塩の味と酒の味ってすごくね相性がいいんですよね。お酒はね風味を加えてくれるんで、塩味のスープにはお酒少し入れた方が美味しいです。あっさりとしつつもパンチの効いたスープを作りたい。だから片栗粉は入れません今回は。
で料理大事なのは何よりも味見です。この味見ができないとレシピに従うしかなくなって自分の思い通りの味が作れなくなるんですね。でこれなんでかっていうと、料理研究家さんって濃い味が好きな人もいれば薄味が好きな方いらっしゃって、それって完全に好みなんですね。で僕の場合は、濃い味が好きです。皆さんも分かってると思うんですけども、薄味の料理家さんのを濃く作るとか、濃い味の料理研究家さんのを薄味で作るっていうやり方ができるんです。これできる人はめちゃくちゃ料理うまいです。皆さんにはそうなってほしい。だから僕が入れた塩とか味の素とかを少し減らして自分好みの味にするとかっていうのを皆さんにねやっていただきたい。皆さんにね、今日美味しかったよとか、彼氏が喜んでくれました、彼女が喜んでくれました、子供がすごい食べましたっていう一言一言に励まされてます。そこ本当にありがとうございます。そういうのあんまり言わないんですけど、恥ずかしいから活動できてるのは皆さんのおかげなんで。卵スープを作る時に、僕、卵スープを動画でもやったんですけども、こうやって渦を作りながら、糸を垂らすように卵を入れていくとふわっとした卵になるっていうのを僕やってるんですけど、まずこれ半量入れます。こう優しく混ぜて、ふわっと混ぜて、これもうふわっとしてきて分かりますか？で2回に分けてやるのはなんでかっていうと、卵を入れすぎると温度が下がっちゃうからです。弱中火ぐらいですねでつけたままなんですけども、1回固まらせてからもう1回やります。はい、こうすると卵たっぷりふわふわ、非常に美味しいね、にんにく卵スープが完成します。卵ふわふわに、ふわふわの卵スープを入れていきます。結構ねこれはね具材感満載なんで、スープとはいえどもボリュームがあるんですよね。だから一品にしていただいてもいいと思います。タンパク質かなり取れるんで、なんか軽く麺とか入れても美味しいです。ちょっとお野菜が割と少ないんで、このネギをかけていただければ、そのリュウジが作るにんにく卵スープ。はい、じゃあいただきます。味付け的には塩味、だしがすごい出てますね。ハムのだしも出てるし、味もうまみも出てるし、お塩も効いてます。これこういう塩スープ好きなんだよね。塩味ってすごく具材の香りがするから、卵の香りもするんだよねこれ。結構こう食べるおつまみスープみたいな感じですごく美味しい。こういうのがさっと作れるようになると食事ってあんまり苦にならなくなるんですね。ハムもね卵と絡まって具材みたいになってすごく美味しい。でラー油を少し垂らす。塩味のスープってラー油がすごく合うんですよ。一気に中華風になると思うんですね。いただきます。いただきます。塩味卵ですね。いいっすね。酒飲むと塩分って失われていくらしいんだよね。俺らってさ飲んでる時つまみ食べないじゃんあんまり。確かに食べないよね。だから塩分がなくなってっちゃうから、だから最後にパイも食べたくなるじゃん。なるほどね。それの代わりにこれで全然いいよ。そうだ、スープでいい。そうだね。具とかもちゃんとあるし、具が多いんだよね。ほんの一口だけでいいからご飯入れてかけて茶漬けっぽくして、卵茶漬けっぽくして、それいいね。次の日の朝起きてちょっと温め直して、次の日ちょっと残ってる、それね経験あるわ。それにこうちょっとこれ入れてみたい。いいね。みんなと飲んで家帰ってくるとまだ正気保ってるとちょっとねスープ作ってたりするの。それを一日中飲んでたりするから、実践的だから材料費も安いし。無駄遣い。じゃあもう終わりです。